こんにちは。今日はですね、最近噂になっているこれ、DJ Osmo Nano を購入してみましたので、このカメラ開けて詳しく見てみたいと思います。実際購入するとなると比較対象になる Insta360 Go Ultra とも詳しく比較してみたいと思います。動画の後半では様々な条件の下で撮影してきた比較映像もたっぷりお見せしたいと思います。で、早速中身を見ていきたいと思いますが、今回購入したのは 128GB のスタンダードコンボになります。でまずステッカー、そしてカメラ本体、ビジョンドック、そしてクリップ式のマウント、で吸盤が取り外せる吸盤式のマウント、サーモカバー、充電ケーブル、そしてマグネット式のペンダントマウントになります。でこのマウントは Osmo Action 5 Pro とか Osmo 360などと共通のものです。しかも前後どちら向きでも取り付けられるようになりました。でカメラの底面と背面に磁石がついてますので、直接金属のものに貼り付けることもできます。対する Insta360 Go Ultra の方は、まず本体、そしてマグネットがついているクリップ式のマウント、そしてマグネット式のペンダントマウントと紛失防止ケーブルになります。マグネット式のマウントって便利なんですけど、激しいスポーツなんかすると簡単にカメラなくなってしまいますので、この紛失防止ケーブルは非常にありがたいです。では2機種外観をじっくり比較してみたいと思うんですが、まず DJI の Osmo Nano は一色の展開ですね。DJI というロゴがカメラ前面にしっかりと入っています。で色はですね、こういう感じでちょっとスケルトンになっています。それに対して Insta360 Go Ultra はマットブラックになっています。カメラにはロゴは入ってないですね。そしてこのマットブラック以外にアークティックホワイトという白いカメラも用意されています。で合体した時のサイズの比較なんですが、ナノの方が若干この表から見た面積は広いです。その分厚みは薄くなっています。でナノの方はちょっと縦長なので、撮影するとしたらこんな感じで、合体状態であればこんな感じで撮影するのかなと思います。で Insta360 Go Ultra の方はここにですね、ラバーグリップがついてるんですよね。アクションカメラとしては非常に握りやすい形状になっています。で重さの比較ですが、ナノは合体した状態で 123.4g というところでしょうか。でウルトラは 162g ぐらいです。カメラ単体で見るとウルトラが 53g、 そしてナノも 53g と偶然かもしれないですが同じになっています。非常にどちらも軽いカメラです。で次にディスプレイの比較なんですが、ナノは2インチの有機液晶、そしてウルトラの方は 2.5 インチの液晶ディスプレイになっています。2.5 インチということで、同じ Insta360 の Ace Pro 2と同じサイズになっています。アクションカメラとしては最大級のサイズです。で次にそれぞれのデザイン上の特徴を見てみたいと思うんですが、まずナノのディスプレイはこんな感じで本体と切り離して向きを変えるようになります。なので自撮りしたいときはこういう感じでカチカチと付け替えて自撮りにします。でまた向こうに向けたいときはまた外して付け替えるという形で、分離した状態で使うことをメインにイメージしているのかもしれないんですけど、合体して使うときは若干面倒です。で液晶自体の角度を変えることができないので、こういう感じでこう見下げるような位置につけたときはちょっとね見にくかったりもします。でそれに対して Insta360 Go Ultra はフリップスクリーンなので、自撮りの時もこういう感じで瞬時に自分の方に向けたりとか、ちょっと低い位置で撮影する時なんかも自由に液晶の角度を見やすい位置に持ってくることができます。で画面の明るさは若干ウルトラの方がこう明るい太陽の下でも明るいように感じました。カメラ単体でも少し比較してみたいと思うんですが、正面から見た時の形はね結構違いますよね。で厚みもね結構違います。ウルトラはかなり薄めですね。でこれは Insta360 の Go3S というカメラなんですが、結構形似てますよね。Go3S を二回りぐらい大きくするとナノみたいになるのかなと思うんですけど、Go3S はね結構軽いので、やっぱりどっかにつけた時もあんまり影響がなくて、軽さの重要性をね再認識しました。では次に撮影モードの比較もしてみたいと思いますが、まずウルトラの方なんですが、動画、そしてピュアビデオ、フリーフレーム動画、小さな巨人モード、タイムシフト、タイムラプス、ループ録画、スローモーション、スターラプス、バースト写真、インターバル写真、そして写真となっています。対するナノの方は非常にシンプルで、写真、動画、スーパーナイト、スローモーション、そしてタイムラプスとなっています。
で、各モードの中で細かい設定を変更するような仕組みになっています。で、センサーサイズは、Osmo Nano は 1.3 分の1インチセンサーで Osmo Action 5 Pro とおそらく同じものだと思いますし、ウルトラの方は 1.28 分の1インチセンサーで ACE Pro 2のものと同じものが搭載されているのかなと思います。で、バッテリーに関しては Osmo Nano は 530mAh で、ビジョンモジュールの方が 1300mAh です。Go Ultra は単体カメラが500で、アクションポットは1450となっています。で、カタログ上の撮影可能時間なんですが、4K で比較すると Go Ultra の方が長くて、1080p で比較すると Osmo Nano の方が長くなっています。で、充電時間なんですが、どちらも非常に高速なんですが、ウルトラの方が若干より高速になっています。単体で20分、ポッドで40分。ナノは30分と50分となっています。ウルトラの方は積層バッテリーという、新技術がこのカメラの方に使われているらしくて、それも効いているのかもしれません。で、アクションカメラにとって結構重要な FOV も結構違っていて、ウルトラは156度で、ナノは143度となっています。156度っていうのは ACE Pro 2とか Osmo Action 5 Pro などと同等のレベルです。で、これ左が Go Ultra なんですが、やっぱりナノに比べると若干ハンドルも遠くなってますし、景色もより広く映っているのがわかるかなと思います。で、最大価格でそれほど撮影することもないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、アクションカメラっていうのは手ブレ補正とか回転の補正とかも全てその周りを犠牲にしてクロップしまくって達成してますので、より強力な手ブレ補正をかけたりとか、360度のこの回転しても水平を保つとか、そういった機能を使うときも、より広い画角を残すことができるので、やっぱりアクションカメラにとっては画角が広いっていうのは大事なことかと思います。Go Ultra には2倍にするクラリティズームという機能も搭載されているんですが、これ2倍に拡大しても 4K 画質を保つことができます。で、Osmo Nano でも同じように 4K で撮影しておいて、編集時にそれを 200% とかに拡大すれば似たようなものになるんですけど、やっぱりね、かなり画質に差があります。で、スローモーションの比較なんですが、ナノは 4K120 で撮影することができます。映像を見る限りほとんどクロップもされてなくて広い画角を保っています。ただしその場合手ブレ補正が効かないのと、スローモーションなんで関係ないとは思うんですが、音声ファイルは別に生成されます。Go Ultra は 120fps の場合は 2.7K までの撮影となっています。で、手ブレ補正は効くようになっているんですけど、その分周りがクロッピングされています。そして色についてもナノは10ビットで撮影することができます。10ビットノーマルカラーとあと D-Log-M というカラーグレーディングを前提としたモードで撮影できます。10ビットのカラーって何っていう方もいらっしゃると思うんですけど、簡単に言うとより多くの、より細かい色の差をちゃんと記録することができるという感じでしょうか。で、D-Log-M の撮影をしておくと、後で好きなカラーグレーディングをして、他のカメラと色を合わせたりすることができますので、他のいろんな DJI の製品ですよね、Osmo Pocket とかアクションとかドローンとか、そういったものを使っている方は、色合わせが簡単にできると思います。より上級者向けの機能という感じでしょうか。Go Ultra の方はカラーは8ビットですね。Insta360 の製品は今のところ全て8ビットですが、ログ撮影などもないんですけど、カラーフィルターのようなものがついていて、ここで自分の好きなテイストの色をもう最初からつけて撮影することができます。編集の時ではなくても撮影時に自分の好みの色で撮影することができてしまいますので、よりこれ初心者の方に向けた分かりやすい簡単な機能かなと思います。で、防水性能はどちらもカメラ本体は10メートルまで、そしてビジョンドックとアクションポットは IPX4 のいわゆる生活防水レベルになっています。で、それぞれのカメラに独自の機能がありますので、その辺次に見てみたいと思うんですが、で、まず Go Ultra なんですが、ここがシャッターボタンになっています。あんまり目立たないんですけど、ここを押すと録画が開始されます。で、その時にこんな感じで LED が光るんですが、上にもついてるんですね。これがね、なかなか効いてます。例えばこんな感じで上から見下ろすような時もちゃんと撮影してるかどうかがわかります。で、それに加えてスクリーンリーダーという機能があって、操作した内容を音声で教えてくれます。それとバイブレーションもあるので、撮影の開始停止も一切カメラを見なくてもその振動だけでわかるようになっています。さらにですね、ジェスチャー操作もできますし、日本語も含めた音声操作ができるようになっています。それに加えて3秒程度の動画が撮れるライブ写真とか、最近の Insta360 のカメラによく搭載されている Apple の探すでカメラを探し出すこともできます。
そしてこのカメラの前面にですね、環境光センサーが搭載されていて、いろいろ光が入り混じったような、いろんな光源が入り混じっているような難しい状況でも正確な色を記録できるような仕組みになっています。ナノはカスタムボタンの設定次第で音声プロンプトも使うことができるんですが、カメラ側にはスピーカーがついてないんですね。なのでビジョンドック側で音声を聞くだけになっています。今音声が出てますが、これはビジョンドック側から出ているものになります。なのでビジョンドックをどこか離れたところに置いてカメラ単体で撮影している時には音声フィードバックは使えないような仕様になっています。さらにオート撮影機能というのが搭載されていて、カメラを軽く叩いたりヘルメットにつけてうなずいたりすると撮影の開始停止ができるようなモードが搭載されています。音声コマンド機能は中国語と英語のみです。で、データの保存方式も全然違うんですけど、まず Go Ultra はここにマイクロ SD カードを好きなものを入れて撮影したものを保存することができるようになっています。それに対してナノは内蔵メモリになっていて 64GB か 128GB を選ぶようになっています。その点では Go3S とよく似てますよね。ちなみに今回私が購入した 128GB でビットレートハイで 4K30 で2時間36分撮影できます。4K60 では2時間10分でいっぱいになります。ナノはビジョンドックの方に SD カードスロットがあるので、そこに自分の SD カードを入れて内蔵メモリに入っているデータをそこに転送するようになっています。で、その SD カードをパソコンなりに入れてデータを読み込むことができます。Osmo Action 5 Pro のように内蔵メモリか SD カードか選んでどちらかに保存するのではなくて、ナノは一旦内蔵メモリに入れてそれを SD カードに移すという形になっています。もしくはスマホとかパソコンに直接接続してデータを転送するということもできます。そしてナノはもう一つちょっと癖があって、撮影した映像を確認するにはこんな感じで本体とビジョンドックを接続しないと確認できないようになっています。切り離された状態ではね、見ることができないんですよね。でもっと言うとですね、パソコンにこういう風にケーブルで転送するときもビジョンドックとカメラの向きまでね指定があるので若干めんどくさいです。Go Ultra の方はですね、今こんな感じでカメラとアクションポット切り離された状態ですが、問題なく撮影した映像を確認することができます。なのでカメラ自体をどこかちょっと離れたところ、ヘルメットとかハンドルとか、すぐにドックに戻せない状態で撮影した時もすぐに映像の確認ができるっていうのは非常に便利かなと思います。で、マイクの接続時も若干挙動がね違います。どちらのカメラもこの DJI Mic 2接続することができます。インスタ360のカメラなんですが DJI Mic 2問題なく接続することができます。非常に綺麗な音声を収録できます。で、こっちの場合はカメラが取り外された状態でも全く問題なく映像をモニタリングしながら、しかもワイヤレスで音声を収録することができます。そして本家というか DJI のマイクを DJI のナノにつなぐとですね、この状態では全く問題なく今モニタリングしながらワイヤレスで音声の収録ができています。緑のバーが触れているのがわかると思いますが、この状態からカメラを切り離すとですね、なんとモニターが停止してしまいます。ワイヤレスで音声収録しながらの場合はこのビジョンドックの映像がね止まってしまうんですね。なんかそういう仕様になってるのかと思いますが、これちょっとまた一箇所残念なポイントではあります。で、次にですね、皆さん気になると思うんですけど、熱耐性もテストしてみました。フル HD1080p の 30fps、それから 4K30、4K60 でテストしてみました。1080p で比較したところですね、こんな感じの条件で、ナノは1時間4分で、ウルトラは2時間37分でしたね。倍以上撮影ができました。2.5 倍ぐらい撮影ができました。そして次はですね、4K30 で比較です。10時50分スタート。気温25度ぐらいですね。で、気がついたらもう止まってたんですけど、11時26分に見たところ、25分と7分のファイルで32分ほどで停止したようです。で、ウルトラのアクションポットの今度バッテリーがなくなりました。2時間4分ぐらいですね。で、アクションポットはシャットオフされるんですけど、この後もカメラ単体の方はまだまだ撮影が続きます。この時点で2時間5分ぐらいですね。そして59分の時点でカメラ単体の方もバッテリーが終わりました。なので2時間9分 4K30 で撮影ができたということになります。これは 4K60 のテストなんですが、10時43分にスタートしています。そしてですね、ナノはあっという間に止まります。
11分ぐらいですね。でその後もウルトラはどんどん続くんですが、11時52分に止まりましたので、1時間9分って感じでしょうか。で次にカメラ単体でもテストをしてみました。 4K60 でのテストです。これもね、オズモなのは結構すぐに止まってしまいましたね。23分ぐらいでしたね。単体の方がでも長く持ってます。でその後ウルトラはですね、33分ぐらいでしょうかね。32、3分で止まりました。でもバッテリー切れで今度は止まりました。ということで、どちらもバッテリーは似たような感じなんですが、熱耐性はね、全然違いますね。ウルトラはね、ほとんど止まりませんね。すごい 4K60 でも動き続けます。ナノは10分とか20分でね、だいたい止まってしまいますね。ちょうどですね、この動画を撮影している時に新しいファームウェアが出ましたので、そのファームウェアで耐久モードでテストもしてみました。4K30 でお互い撮ってみます。19時47分スタートです。20時49分にナノは熱停止しました。撮影できた時間はだいたい1時間ぐらいでしょうかね。1時間1分というところでしょうか。ウルトラは頑張ってます。そして21時43分、ウルトラのポッドがバッテリー切れになりました。しかしカメラはまだ頑張ってますが、カメラここで終了です。22時29分ということですね。ということで、オズモナノは61分、ゴーウルトラは161分ほど撮影することができました。バッテリー切れまで動き続けましたね。では次にですね、いくつか映像のサンプルもお見せしたいと思います。でまずは普通に街中で Vlog 風というか、歪まないモードで日常風景を撮ってみました。ナノの方がちょっと空が飛んでますかね。バスの中です。これ似たような感じで、どちらも非常に綺麗に撮影できているんではないでしょうか。で今度車内の映像なんですが、ナノはちょっと車内が明るく映ってますね。その分外もね、ちょっと白飛び気味に映ってるんではないでしょうか。でこれは後ろから撮ってて、全く同じ位置から撮ってるんですが、画角の違いが分かっていただけるかなと思います。で次も同じチェストマウントでの撮影になるんですが、今度は4対3の比率で、センサーを隅から隅までしっかりと使った最大画角での撮影です。これはサドルの下にマウントして後ろ向きに撮影した時の映像です。これはハンドルのステムのところにカメラを設置して上向きで撮影しているので、ちょっと逆光状態になってるんですが、こういった状況での色味の違い、明るさの違いなども見ていただけるかなと思います。これは展望台から撮った映像になります。次は音声の比較なんですが、風切り音低減モード強にした状態での比較になります。風切り音低減どちらも風切り音低減どちらも強になります。次は皆さんお待ちかねの夜の暗証性能の比較になるんですが、どっちがどっちかわかるでしょうか。実はですね、さっきまでと全く同じで、左がウルトラで右がオズモナノになります。でどちらも非常に夜でもね、綺麗に映ってると思います。映像の比較ってどんなモニターで見るか次第ってところがかなりあるので、スマホとか小さいモニターで見てるとあんまり差がないかもしれないんですけど、大きい画面で見るとウルトラの方が結構シャープに映ってるような感じがします。皆さんいかがでしょうか。でもこのサイズのカメラでここまで映るようになったっていうのはもうすごいですよね。数年前のアクションカメラでは考えられないレベルになっています。でちょっと文字を拡大してみたんですが、モンマルトルの丘との友好協定云々というところと、その下のプレートとか見てもやっぱりウルトラの方がちょっとシャープくっきりしてるでしょうかね。で真っ暗な
車の中を撮っていました。どうでしょうか。どちらもノイズ少なくて非常に綺麗ですね。でこの後本当に真っ暗になるんですが、車内のナビとかそういったパネルから反射する光だけで今映している状態ですが、でこれが走行中の映像になるんですが、やはりこれを見ると動きがあるシーンではウルトラの方がシャープな感じでしょうか。最後は、街路灯の下で人の肌がどんな感じに映るか試してみたんですが、いかがでしょうか。ということでいかがだったでしょうか。今回 DJI Osmo Nano という新しいカメラと Insta360 Go Ultra というカメラの比較でした。ナノはまださすがに出たばっかりなので、いろいろソフトウェアとかも作りが荒い部分もあったりするので、これからファームウェアでいろいろ更新されていくのかなと思います。でもちょっと熱に弱かったりはするんですけど、D-Log-M で非常にナチュラルな撮影ができたり、カラーグレーディングもできますので、どちらかというと DJI 製品使い慣れてる方ですよね。ドローンとか Osmo Pocket 3とか Action 5とか、そういったものを使い慣れている方には本当おすすめのカメラかなと思います。Go Ultra の方はもう本当に Go シリーズも5世代目になっていて、むちゃくちゃいろんな細かいかゆいところに手が届くというか便利機能がたくさん搭載されていて、初心者の方でも本当に簡単にね使いこなせると思います。熱耐性もすごくありますので、長回しする方にもおすすめかと思います。でナノとの価格差が128で比較すると16,000円ぐらいあるにはあるんですけど、完成度の高さとかいろんな機能のことを考えると、十分その価値はあるかなと思います。あとやっぱり Insta360 はアクセサリーがむちゃくちゃ豊富なので、そういったものを使いこなして自分の撮影スタイルに合った撮影ができるっていうのも魅力かなと思います。またこういったアクセサリー新しいものいっぱい出てますので、紹介する動画も作りたいと思います。私のチャンネルではこういったアクションカメラとか様々なガジェットの比較とかチュートリアル、紹介動画など多数掲載してますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の上ご覧になってください。ということで今回もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。